はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲーノです。いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、素掘り隧道を2本紹介したいと思います。千葉県君津市なんですけど、この君津市の坂畑地区から沼田地区というところにかけて、素掘り隧道が12本連続しているところがあるんですね。ここは以前も紹介したことがありますけど、前半の6本が一応車道、後半の6本はダートなんですけども、今ではほとんど実質廃道になっちゃってるんですよね。で、以前この前半の6本の隧道を2本ずつ2回に分けて、4本すでに紹介してるんですけどね。今回はその第3セクターとしまして、5本目と6本目にあります小水第一隧道と第二隧道を紹介したいと思います。まずは地図で場所を確認してみましょう。今回の隧道は君津市坂畑と沼田の境界付近、JR 久留里線の終点上総亀山駅から北東に直線距離で約 2.5 キロほどの場所にあります。ここに至るまでに4本の素掘り隧道、麹室第一隧道、麹室第二隧道、大船木第一隧道、大船木第二隧道があります。拡大した地図です。実は国土地理院の地形図にはどういうわけか今回の2本の隧道は描かれていません。それどころか道さえも描かれていません。国土地理院さん、しっかりしてください。地形図に道を書き足すとおよそこんな感じになると思います。手前の南側が小水第二隧道、北側が小水第一隧道です。ヤフー地図やマーピオンなら記載されているので気になる方はそちらを見てください。それからクソマップじゃない Google マップは Google カーがビビったからなのか、ここまで撮影しに来ていないため、途中の道さえもろくに描かれていません。屈曲した隧道らしきものが載っていますが、もちろんそんなものも存在しません。ダメです、ダメです、ダメです。ではいよいよ動画行ってみましょう。まずは小水第二隧道からです。どうぞ。で、よろしくお願いします。今これ向いてる方向はですね、来た方向、つまり上総亀山方面ですね。でぐるっと振り返りまして、もうすぐ隧道の手前まで来ています。左手に高校があります。右にね、アルファロメオ止まってるんですよね。まあ、この日たまたまだと思うんですけどね。この近くに用があったんですね。とかって驚きましたけど。さあ、これ、素掘り隧道ですね。素掘りってさっきから言ってますけどね。延長は74メートル。おそらくこの12本連続している隧道の中で一番長いんじゃないかと思います。これぐらい土かぶりがあるとね、さすがに隧道を掘る必要がありますよね。で、国土地理の地形図を見ると、この隧道の上に破線道が通ってるようになってますね。で、実際ね、多分その破線道は本当に存在してるんだと思います。この少し右の方に進んだところにね、その破線道と思われる、入り口ありますんでね、行ったことないんですけどね。さあ、中に入りました。ここも普通に地層が浮き出てるんですけど、ここの地層はね、ちょっと変わってるんですよね。だいたい下の3分の2、4分の3ぐらいかな。灰色ですよね。その上がどちらかというと白っぽくなってますけど、普通だいたい房総半島で僕がよく見たことがあるやつは、線状の地層ですよね。だけどこれはちょっと分厚い層になってますね。それだけ長い期間をかけて堆積したのか、それともこの堆積するスピードが速かったのか、どっちなんでしょうね。全然僕専門家じゃないから分かんないんですけどね。それからこの天井の模様気持ち悪いですよね。これね、剥離してこうなったんでしょうけどね。それとついでに言うと、ちょっとなんか今にも落ちてきそうな感じで若干怖いんですけどね。意外と大丈夫のかな、これね。だからこういう模様って言いますか、天井の模様ね、これ地下壕でもどっかで見たことあるな。たまにこういうのあるんですよね。で、そうこう言ってるうちにもう反対側の高校近づいてきましたけどね。隧道の内部は全体的に肩勾配になってます。この方向に向かって下るような感じになってるんですよね。
でここら辺が濡れてますけど、これはもう一年中、出水してるような感じみたいです。ということで抜け出てきました。こちらが北側の高校です。この先ね、第一隧道に向かってどんどん下がっていくんですけどね。なんていうのかな、自転車で来るとね、こうやってガンガン下がっていかなきゃならないところってね、若干抵抗を感じますね。帰りにも登りながら戻らなきゃならないんでね。体力ある人だったら気にしないんでしょうけどね。ということで、小水第二隧道は以上でございます。続いて小水第一隧道です。どうぞ。いきなりの水場からのスタートなんですけどね。でもね、この水場、色かなと思うと、なんか若干微妙でね、こんな感じで壁を伝ってきているんですよ。だけど僕最初にいた時にね、ここを気づかなくて、ごっくんって飲んじゃったんですよね。飲んじゃってから、なんだこれ大丈夫のかとかって思ったんですけど、今のところとりあえず生きています。さて、くるっと振り返りましてね、これから隧道に向かうわけですけど、これは先ほどの小水第二隧道からどれぐらいかな、100メートルぐらい下ってきたところだと思います。100メートルって標高じゃなくってね、水平距離でね。こんな感じですね。これ正面から見ようと思うと谷底に転落しちゃわなきゃならなくなるんですよ。でもこれでわかると思いますけど、縦長の断面ですね。以前に紹介した3本目と4本目の大船木第一隧道と第二隧道の断面と大体似てるような感じだと思います。延長も短いですね。だいたいこういう縦長断面の隧道っていうのは、もともと職人さんが掘った小さいトンネルを、地元の人が頑張って農閑期とかにね、掘り下げたって、そういうパターンがなんか多いみたいですよね。ここもどうなのかはわからないんですけど、でも、そうでないとね、最初からこう縦長に掘る理由ってあまりないと思うんですよね。で、隧道を抜けますと、またさらに下がっていくんですけどね。で、これ、ガードロープ。いやー、これね、ガードロープというか、もう寄りかかった瞬間時点でアウトですよね、これね。これだったらね、反射鏡ついてるデリネーターでも置いた方がいいんだけどな、なんて思うんですけど、しょうがない。それからこの土かぶりの少なさ見てくださいよ。もう本当にね、なんで隧道にするんだって思っちゃいますけどね。房総ならではの隧道大好きぶりが発揮されてます。そうは言ってもね、崩れなければいいんですけどね。ということで、いかがだったでしょうかね。はい、この先さらに進んでいきますと、後半6本がありますからね。隧道の動画は以上になります。この先の様子もちょっとだけ紹介しておきますね。しばらくはこのまま舗装路が続きます。しかしこの舗装路が途切れると同時に右に分岐が現れます。この右の分岐の先はもう完全にバリケードで封鎖されて通行止めになってます。これが先ほど言いました、素掘り12連発の後半6本のスタート地点です。この先ね、一時期オフロードバイクの遊び場みたいな状況になってたんで、おそらくそれを締め出す目的でこのような措置が取られたんじゃないかと思います。ただね、実はこの先に入るルート乗り越えなくてもいくつかあるんですよね。そのことについてはとりあえず今回は、ノーコメントです。ところでこの写真何を撮ってるかわかりますかね。真ん中付近を拡大してみました。シャクトリムシのようにね、ひょこひょこ近寄ってくるやつがいるんですよ。山ビルです。このエリアは夏場山ビルがよく出ますので、行かれる方は気をつけてください。気がつくとね、こんな感じでくっついてることもありますのでね。
ということで今回の動画は以上になります。いかがだったでしょうかね。この動画まあまあだと思ったら高評価、クソだと思ったらこれ、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。